こんにちは、鈴田です。この動画では新しい携帯のライブ 2D モデル、チャッターモデルの紹介とその仕組みについて解説します。チャッターモデルとは新しい携帯のライブ 2D モデルでカメラでのトラッキングをしないマイクのみで動くモデルです。喋っている時と喋っていない時、表情差分中などでそれぞれ違う特定のモーションを繰り返します。モデル形式としては既存のピングチューバーに近いですが VTuber 用ソフトで動き同じように運用できる点で違います。マイクの反応で動きが切り替わるのでおしゃべりするモデル、チャッターモデルと鈴田が呼び名をつけてみました。標準的な機能は少ないですが VTuber 用モデルの介護官にならないチャッターモデルの利点や魅力もあるところが大きなポイントです。用途としては配信用、撮影用モデルとしてはもちろん音声のみで動くので後撮りでの動画用モデルとしても運用できます。活動モデルの選択肢の一つとして仲間入りさせてもらえたら嬉しいです。続いてチャッターモデル制作の仕組みについて解説します。チャッターモデル制作で最も重要なポイントはブレンドシェイク機能の使用です。ブレンドシェイク機能は差分作成や動き付けの時の補助パラメータとして使われることが多い機能ですが、なんとこのモデルのほとんどの動きはブレンドシェイクパラメータで作成しています。理由はブレンドシェイクの重みの制限設定を活用するためです。喋る時に動きが切り替わることが特徴のチャッターモデルですが、パラメータの動きでモデルのモーション自体を滑らかに切り替えるのは困難です。そこでモーション上は常にどちらの動きも再生されている状態にし、喋ることで0と1が切り替わるパラメータに他のパラメータの重み設定をつけることで動いたり動かなかったりを切り替えることができるようにしています。このモデルは動き音1というパラメータを他の多くのパラメータの重み制限元にしています。動き音1が1の時、音分のパラメータが動き、オフ分のパラメータは動きません。逆に動き音1が0の時は音分のパラメータは動かず、オフ分のパラメータが動きます。こうすることで再生しているモーションが1つでありながら2つのモーションを切り替えて動いているようなモデルを作ることができます。さらに音分とオフ分のそれぞれのパラメータはほとんど同じ動きをしているので、制作時には片方の動きを作った後はフォーム編集のフォームのコピーとフォームの貼り付けでの動き付けを活用し、制作にかかる所要時間を削減しています。ブレンドシェイクで作っていない動きはトラッキングソフトで自動で動かす目の開閉とマイクでトラッキングする口周りのパラメータのみです。それ以外の動きはブレンドシェイクで作らなければならない点で注意が必要ですが、回転デフォーマや拡張補完対応などブレンドシェイクの強化があったのでとても作りやすくなったと感じました。チャッターモデルではほとんどの動きをこうして制限していますが、この機能を一部使っての VTuber 用モデルの制作にも挑戦しました。例えば喋っている時に羽が速く動くモデルや表情差分が発動した時に揺れる速さが変わる尻尾などです。新しい携帯のモデルを提案するのとともに VTuber 用モデルの進化にも貢献できたら嬉しいです。この動画を見て作ってみようと思ってくれた方はぜひ真似して制作していただき、チャッターモデルとして広めてもらいたいです。この存在の知名度を上げていければライブ 2D モデル仕様のとっつきやすさを上げて、そこから VTuber モデルに移行しようと考える人やサブモデルとしての運用も広まり、より一層ライブ 2D 界隈が盛り上がると考えています。そしてチャッターモデルという呼び名はなんとなくつけたもので、マイクに反応していい感じに動くモデルというイメージです。この動画の作り方にとらわれずマイクで動くモデルができたという方はぜひ一緒にチャッターモデルという名前で呼んでみるのはどうでしょうか。以上、鈴田が進めるチャッターモデルについての紹介でした。ご視聴ありがとうございました。